여러분, 안녕하세요. 재미코리아 한국어 교실입니다. 韓国語を学習していると、日本語に該当する単語が一つしかないのに対し、韓国語には該当する単語が複数ある場合がありますよね。しかし、その違いが曖昧だったりします。そこで今回は、中に該当する安、そうの違いについてご紹介いたします。가방 안에 지갑이 있습니다.カバンの中に財布があります。마음속에 추억이 있어요. 心の中に思い出があります。どちらも中という意味で使われますが、どう違うのでしょうか。安が使われる場合は、中身を取り出せるものの中にある場合、密閉されていないものの中にある場合、目で確認できるものの中にある場合です。例えば、カバン、建物の中にある場合に使われます。一方、そうが使われる場合は、中身を取り出せないものの中にある場合、密閉されているものの中にある場合、抽象的で目で確認できないものの中にある場合です。例えば、心、ドラマの中にある場合に使われます。しかし、場合によっては、安、そうどちらも使われる場合があるんです。例えば、封筒、安が使われる場合は、封筒が密閉されてない場合、もしくは封筒の中身を簡単に取り出せる場合に使われます。一方、そうが使われる場合は、封筒の中が完全に密閉されている場合、もしくは封筒の中身を簡単に取り出すことができない場合に使われます。カバンの場合も同様です。安が使われる場合は、カバンの中身を簡単に取り出せる場合、一方、そうが使われる場合は、カバンの奥底にあり、中身を簡単に取り出すことができない場合、もしくは、カバンの中身が見えないように、しっかり隠し持っている場合などに使われます。どうですか？安、そうの違い、ご理解いただけましたか？では、どちらを使うか復習してみましょう。写真の中は、安、そうどちらを使うでしょうか？正解は、そうです。理由は、写真の中身は取り出すことができないからです。では、家の中は、安、そうどちらを使うでしょうか？正解は、安です。理由は、密閉されていない空間で中に何があるか確認できるからです。では、口の中は、安、そうどちらを使うでしょうか？正解は、安です。理由は
鏡などで簡単に口の中を確認することができるからです。では、山の中はあん、そう。どちらを使うでしょうか？正解はそうです。理由は抽象的で全てを目で確認できないからです。では、お腹の中はあん、そう。どちらを使うでしょうか？正解はそうです。理由は簡単に中身を見ることができないからです。では、財布の中はあん、そう。どちらを使うでしょうか？正解はあんです。理由は簡単に中身をすぐ取り出すことができるからです。どうですか？あん、そうの違い、ご理解いただけましたか？どちらも使われる用途が異なるので、しっかり違いを把握しておきましょう。ご視聴後のご感想、ご意見、韓国語学習時のご質問など、お気軽にコメント欄にどしどしご記入ください。ご要望の多い事項から特集にてご紹介させていただきます。皆さんのたくさんのコメントお待ちしております。最後にいいねとチャンネル登録を잘 부탁드립니다。チェミコリアン韓国語教室でした。